イスラエルの首都エルサレムはユダヤ、キリスト、イスラムの3つの宗教が生まれたところ、今日はそのエルサレムに住むユダヤの少年とお祭りのお話。春、エルサレムに今年も春が巡ってきました。水ぬるむマリアの泉、エルサレム郊外にある聖母マリアゆかりの泉も近くに住む子どもたちのまたとない遊び場になっています。待ちに待った春を精一杯楽しむ子どもたち。少年ヨエルもその一人です。僕ヨエル9歳です。うちはね、このマリアの泉のすぐそば。こうやってみんなと水遊びしていると春が来たんだなって思います。うちの近くにはヨハネ教会やいろんな遺跡がたくさんあります。つまりエルサレムらしいとこってわけ。この子は仲良しのアロナ。近所のロデム。春になるとみんな楽しくて楽しくてしょうがないんですよ。僕だってさ、もうすぐ春のお祭りペサハがやってくるんだもん。かつてアラブ人たちが住み、今エルサレム郊外の高級住宅地になっているエインカレム。それだけにアラブ風の家が多く、ここヨエルのうちもアラブの面影をとどめています。今日は3月31日、僕たちのユダヤ歴ではね、春の最初の月という意味のニサンの月の15日です。春のお祭りペサハの始まる日。どこのうちでもこの日に備えて幾日も前から準備をするんです。大掃除はその仕上げ。皿洗いをしているのはミハエル姉さん。ペサハで使う食器以外は全部片付けてしまうんですよ。お母さん、名前はニーナ。ペサハで最も大切なのは7日間のお祭りの間中、うちの中にイースト菌を置いておいてはいけないんです。だからこうやってイースト菌の入ったパンももったいないけど捨ててしまうわけ。今年5歳の妹ジュニアもパパのお手伝いをしてうちの中や外を掃き清めてます。ペサハは年に一度の春を告げる楽しいお祭り。でも楽しいだけじゃなく、僕たちユダヤ人にはとっても大きな意味を持つお祭りなんです。だいたいこうしてパンを捨てるのも実は理由があってのこと。3000年ほど前、エジプトで奴隷だった僕たちの先祖がモーゼに率いられ、エジプトを逃れイスラエルに向かった時、イースト菌も持たず苦労を重ねてきたことを偲ぶのがペサハの祭り。だから僕たちはこれから1週間イースト菌の入らないパンを食べるのです。パパが切っているのは七面鳥。これも聖書の中にある出来事が伝わっているので、これで準備万端整いました。エルサレムに住んでいるおばさんたちがやってきました。セデルの時は知っている人や友達が家族で集まってきます。
こうして日が暮れ、太陽が沈みきるとペサハの祭りが始まります。ヨエルの家ではペサハ第1日目の大切な儀式セデルが始まっています。昔エジプトにユダヤの人々がいた頃、ユダヤ人だけが災いを逃れたと旧約聖書にあります。災いが通り過ぎていった、つまり過ぎ越していった。これが祭りになって過ぎ越しの祭りペサハと呼ばれているのです。そしてモーゼに連れられエジプトを脱出した旧約聖書の出エジプトの物語をテーマにしたハガダという物語の本が用意され、いよいよペサハの儀式セデルはクライマックスを迎えます。ヨエルのパパはラビと呼ばれるユダヤ教のお坊さんにあたる資格を持つ熱心なユダヤ教徒です。それだけにこのうちのセデルは古いしきたりにのっとって行われています。ペサハの祭りはユダヤの祖先の人々が苦しみをなめて砂漠をたどりイスラエルの地に至り国を作った時の苦労を忍ぶ祭り。塩水につけただけの生野菜を食べるのもそのためです。ペサハの物語ハガダにはハレルと呼ばれる歌が歌われています。その歌の中にある子供にペサハの持つ意味を知らせる詩、それをヨエルが歌っています。今夜は食べ物がなんだか違う。今夜はいつもとどう違う？いつもは普通のパンを食べるのに、今夜は種なしパン、そして野菜もこれだけ？ハガダの詩を読み歌い、そして旧約聖書の故事にのっとった儀式が続きます。これがマツォットと呼ばれるイースト菌の入っていないパン。それに七面鳥の肉とマロールと呼ばれる苦い野菜、そしてゆで卵、これらがセデルにはつきもの。イースト菌が入らないマツォットは硬いクラッカーみたいな味の薄いパンです。そして苦い野菜、生姜を食べて先祖の人たちが味わった苦しみを身をもって知り、より一層力を合わせて立派な国を築き上げていこうと誓いを立てるのです。こうしてペサハの儀式セデルは夜中まで続きます。2000年の間、祖国を持たず世界中に散り散りになって生き続け、ひたすらこのイスラエルの地に戻って国づくりを夢見ていたユダヤの人たち。その願いは今から30年余り前にやっと叶えられました。
界各国に住んでいたユダヤの人々がここに集まって、新しいそして平和な国づくりが始まったのです。ペサハになると7日間のお祭りの間中ね、大人の人は仕事を休んで、僕たちの学校もお休み、バスや電車も止まっちゃうんだよ。僕はこの休みを利用して柔道の道場に来ました。僕は柔道が大好き。僕ばかりじゃなくてみんな好きです。武器も持たずに相手と戦う柔道はとっても平和的なスポーツだと思うんだ。汗びっしょりになって体を鍛える。すごくいい気持ちなんだ。ペサハの祭りの間にはよくこんな風に食べ物や飲み物を持ってユダヤの人たちは友達の家を訪ね合います。ヨエル一家も同じアメリカからやってきた友達の家へ向かいます。2000年もの長い間、世界各国で暮らしていたユダヤの人たちはその国でユダヤ人の共同体を作り、ユダヤ教を守って団結し、いつの日か国を作ることを願っていました。今ユダヤの人たちの国イスラエルが建国されても、当時一つのグループとして付き合っていた友情を忘れずに、こうして訪ね合うことにしているのでしょう。このピクニックでもペサハの精神は生かされ、生野菜やブドウ酒、そして硬いパン、マツォットなどが中心。アメリカからイスラエルに一緒に来て以来、家族付き合いを絶やさぬヨエル一家とアロナ一家。元はアメリカの同じグループだったのです。こうしてユダヤの苦しみの歴史を味わうペサハの祭りですが、この祭りは再び訪れた春を祝う祭りでもあるのです。楽しいピクニックはいつ果てるともなく続きます。ヨエルのパパは時々タルムードを読んでくれます。タルムードというのはユダヤ教の教えを優しく説明し、イソップのようなお話をたくさん使ってとても分かりやすく書かれた教科書のようなもの。こんなお話もあります。3匹のカエルがミルク桶の中に落ちてしまった時、1匹のカエルは神様の御心だと何もしませんでした。2匹目のカエルはすっかり諦めて結局溺れて死んでしまったのです。でも3匹目のカエルはなんとか生きていこうといつまでも泳ぎ続けました。すると足が何か硬いものを踏みつけました。なんとミルクをかき混ぜているうちにバターになって、カエルはその上に立っていたんです。3匹目のカエルは無事桶の外に飛び出すことができました。こうしてタルムードを聞いているとヨエルは
何かをやり続ける努力の大切さがよくわかるような気がしてくるのです。エルサレムの旧市街、この町で最も古い代表的な遺跡、城壁通りがあります。ヨエルはお姉さんのミハエルと共にお父さんに連れられて嘆きの壁にやってきました。嘆きの壁、ここはかつてユダヤの王様ヘロデの神殿を囲む壁の一部でしたが、約2000年前に異教徒の手で神殿が壊されて以来、わずかに残ったこの壁がユダヤ教徒の聖なる場所になったのです。神殿が壊された毎月9日には、この壁の前に集まったユダヤの人たちが嘆きの声を上げて祈る姿が何世紀も続いたそうです。それが嘆きの壁と言われる由来。今でもこの壁に手を触れて祈るユダヤの人々でいっぱいです。有名なキリストの最後の晩餐が行われたシオンの丘へ向かう道、これがシオン教会。ユダヤの王ダビデの墓があることで知られています。ユダヤ教では教会や聖地へ足を踏み入れるとき、必ず帽子をかぶって髪の毛を覆わなくてはなりません。ヨエルたちも入り口で帽子をかぶります。これがダビデ王の墓。ここシオンの丘はダビデ王の墓があるためにユダヤ教徒にとっても神聖な場所であり、また一方キリストの最後の晩餐が行われたことでキリスト教徒にも大切な土地となっています。エルサレムの国会議事堂の門前に立つ大きな燭台。イスラエル建国を記念してイギリスから送られたものですが、この燭台にはユダヤ史上のさまざまな事件が刻み込まれています。刻み込まれたレリーフのような苦しくも長い歴史をたどって民族の念願の国を作り上げたイスラエル。民族の歴史を知り、国の成り立ちを学んだヨエル。おそらく彼は誇り高きユダヤ人として立派に生きていこう、そう思っているに違いありません。